なんだこれ。何これ。うおベトナムの世界遺産フォンニャケバン国立公園。ここには世界最大の洞窟が広がります。ダナンからベトナム統一鉄道で最寄りの町まで移動。その移動の様子や動画の最後では観光の注意点を紹介します。世界でも屈指の絶景、ぜひ最後までご覧ください。3日間ホイアンを堪能した私たちは次の目的地フォンニャケバンに出発。ただホイアンからは400キロほど離れているため、一度ダナンに出て電車で最寄りまで向かいます。こちらダナン駅、かつて使われていた蒸気機関車が展示されています。電車の時間まで余裕があります。ということでランチに行きましょう。訪れたのは駅近のレストラン。チャーハン的なものが並びます。かなりパラパラしたチャーハン、冷凍物な気がしますが、実はこれから6時間の鉄道旅、食べられるだけありがたい。スープ付きでお値段は 4.5 万ドンでした。この日は12時43分発の電車に乗る予定。念のため15分前には駅にいるようにしました。事前にネットで購入していたチケットを提示。問題なく入れました。ちなみに私たちは日本にいるうちから12GOというサイトでチケットを購入。詳しい使い方は概要欄から分かるようにしておきますね。事前に調べていると時間通り来ることが多いらしいベトナム統一鉄道なのですが、私たちが乗車した日は1時間も待たされました。ともあれ無事に電車には乗れそう。ドアのナンバーを頼りに私たちの車両を探します。駅に入るために提示した切符を見せるだけで無事に乗れました。異国で初めて乗る電車はドキドキしますよね。座席は予約制、指定された席に座ります。車内はこのような感じ。だいぶ埃っぽい印象です。冷房完備の車両なのですが、ダナン駅停車中はなぜか停止。車内は蒸し風呂状態。ただ出発したら冷房も動き出しました。便座がない。ベトナム統一鉄道は南北に1700キロ以上走る電車なのですが、ちょうど今通過しているダナンからフエカンが一番車窓が素晴らしいらしいです。なのですが窓が汚くてせっかくの車窓が楽しめませんとがっかりしていたところ、裏技発見。車両間の乗車口窓が開いていました。ここからなら窓の汚れ関係なく景色を楽しめます。ダナンからドンホイ間で最大の町フエに到着。大きな町ということで降りる人もたくさん。私たちもフォンニャケバンの次に訪れる予定です。前の席に座っていた親子も降りるみたい。子供たちと少し交流してたのですが、バイバイって挨拶できてよかったです。電車内では時折お弁当販売がありました。その場で持ってくれるスタイル。そのためいい匂いが車両に充満します。私たちは頼みませんでしたが、現地の人たちは結構注文してました。電車から見る夕日がとてもノスタルジック。ダナンからフエカンの車窓よりも、個人的にはダナンからドンホイ間の夕日の車窓の方が印象に残りました。6時間も乗っていると販売員のおじさんの歌を何度も聴くことになります。またこのメロディーを聴きたいな。すっかり暗くなりましたが、無事ドンホイ駅に到着。ちなみにダナンからドンホイ間は事前のネット購入で2等車シートが14ドルでした。それではまず予約しているホテルに向かいましょう。到着したのはこちら、レックスクワンビンホテル。ドンホイ駅からは直線距離で 1km ほど。ただまっすぐは行けないので歩いた距離は 2km ほど。素直にグラブを使うべきでした。それにしても立派なホテル。部屋も広くてとても綺麗。これで朝食込み1泊4000円でした。夕飯はグラブで駅前に繰り出し、こちらのお店でいただきました。ローカルの甘酸っぱい汁なし混ぜフォー。これで4万ドン程度でした。ないね。夕食後は売店で買い物をし、またグラブを使ってホテルに戻りました。ちなみに駅前からホテルは 3.9 万ドンでした。
売店で買ったものはこちら。ローカルのお店で日本の商品を見つけるとちょっとテンションが上がりますよね。朝食を食べホテルをチェックアウト。クルックで予約したフォンニャケバン国立公園のツアーバスを待っています。ですが10分待ってもバスは来ず、不安でツアー会社に電話したら、もうちょっと待ってとのこと。あれかなこれかなと待っていても訪れず、さらに10分待ってらしき人に声をかけたら、別の日に申し込んだ他の日本人と予約が入れ違いになっていたそう。クルックのバウチャーを見せ、無事にツアーに参加できました。ちなみに私たちが参加したツアーは、天然のサンピエトロ大聖堂パラダイスケーブ、船で進むフォンニャケーブ、この2カ所を巡るツアーでした。そのため世界最長の洞窟ソンドン洞窟へは行きません。そちらも行ってみたかったのですが、調べたところ専門のツアーで$3000はするらしく諦めました。ちなみに私たちが参加したツアー料金は1人約$43。ランチとチケットと移動込み、とてもお得だと感じました。午前10時、フォンニャケバンのパラダイスケーブ駐車場に到着。トイレ休憩を済ませた後、チケットセンターへ向かいます。私たちが申し込んだクックのツアーはチケット込み。ということで、ガイドの人が参加者分をまとめて購入。奥に進むと入り口があるので、そこでチケットをかざします。まだまだ洞窟は遠いです。今度はこちらのカートに乗り込み移動します。カートは5分程度で終了。まだ洞窟には着きません。なんとここから登山開始。舗装され木陰があるのは良いですが、かなり急な道を登ります。そういえばバスの中でガイドさんがコブラがいるから気をつけてねと言っていました。遭遇しないことを祈るばかりです。10分くらいすると建物発見。入り口に到着しました。それでは入ってみましょう。足を踏み入れた瞬間からとても涼しいです。そしてこの景色、まさにダンジョンの入り口のようでとてもドキドキです。インディ・ジョーンズ冒頭で使われそうな絵ですね。日の差し込み方がかっこいい。訪れた時間帯が良かったのかな。先に進みましょう。あ、すごっ。なんだこりゃ。なんだこりゃ。入り口5分で語彙力のない簡単が自然と溢れてきます。入って早々ですが、パラダイスケーブの広大さに驚かされます。なお洞窟内はこのように終始道が整備されていますので、とても歩きやすいです。ただところどころ濡れています。転ばないように注意しましょう。奥はさらにすごそう。楽しみです。私自身さまざまな世界遺産を見てきましたが、その中でもこの空間は別格です。じゃあ自然の造形美ってすごいね。これは目の前すごいよ。何これ。興奮が収まりません。改めて映像で見返しても何これです。上から垂れて下から伸びてって、もうくっつきそうみたいな、そんな感じなんだよ。でそうやってこうやって見てみてすごいよ。こことかなんかうわ、なんだこれ。石灰棚が何層にも重なっていました。ベトナムなのにこんなに涼しいなんて信じられない。ベトナムの暑さに参った人にもおすすめの場所です。いや、もっと行くんじゃない？いや、ちょっとこれ見ちゃったら他の洞窟とか行けないよ。本当にそう思うくらい圧巻の空間が続きます。おー、 RPG ならここでボス戦ですねと思ったのですが、洞窟はまだ続きます。ガイドさんに指定された時間に遅れたら大変ということで急ぎ進みます。我々さ、ちょいちょいさ、いろんなもの見てるじゃん。いや、だからこの凄さが分かるのかもしれないよ。これ iPhone で撮ってるって信じらんないだろうね。なんていうことを話していたら、ついに最新部に到着。動画を撮りながらでしたのでゆっくりでしたが、入り口からここまで片道40分かかりました。
それでは急ぎ戻りましょう。帰りはゴールからスタートまでノンストップでタイムラプス撮影をしてみました。ゴールから10分で戻ってこられました。ここは全人類おすすめの場所。ベトナムに行く際はぜひ訪れてみてください。無事ツアーバスに戻ってきました。これからランチに出発です。特に取り上げることはなくランチは終了。次の洞窟ホンニャケーブに向かいます。バスでわずか5分、こちらのボート乗り場に到着。船でホンニャケーブを目指します。乗り込むのはこちらの船。炎天下ですので屋根があってよかったです。無事濡れずに乗船。いざ出発です。洞窟から戻ってきた船と何艘もすれ違います。風を受け川を進むのは気持ちがいいです。びっくり、水牛を発見。船に乗って30分ちょっと、ついに洞窟が見えてきました。洞窟に入るのと同時に屋根が取り払われます。またエンジンも切られ、先ほどまで鳴っていたモーター音もなくなりました。ここからは人力で船が進みます。ちなみに屋根の撤去は完全に手動。船を漕いだりととてもたくましいです。屋根がなくなったので洞窟の天井もよく見えます。これからホンニャケーブがどのような表情を見せてくれるのかとても楽しみです。ちなみにこの鳴き声、ガイドさん曰くツバメだそうです。多くのツバメが生息していることから現地ではスワローケーブとも呼ばれているそうです。たまに水滴が垂れてきます。1滴目は洞窟の水が当たったということでラッキーウォーター。もし2滴目以降が当たったらツバメの糞かもねとガイドさんが笑っていました。洞窟内に流れる大きな川を船で進んでいるのですが、それが非現実的な光景でなんだか不思議です。船が進む音がモーター音ではなく手漕ぎな音なのも重要なポイントな気がします。まさに世界のような光景が続きます。自らの足で進むパラダイスケーブもすごかったですが、船で進むホンニャケーブもそれはそれで味わい深いです。洞窟の天井と船を漕ぐ船頭さんを見ていると、まるで銀河を進む船に乗っているような気がしてきました。ホンニャ洞窟は船だけではなく上陸も可能です。洞窟入り口から船で潜って30分。いざ洞窟散策です。ホンニャケーブも道が整備されているので歩きやすいです。徒歩で行けるルートもとても美しい。パラダイスケーブ同様、自然の造形美に驚かされます。すごい。すごい。すごいね。さまざまな成分によってなのでしょうが、なんだこれ。なぜこんなにカラフルになるのかとても不思議です。船でやってきた入り口に徒歩で戻ってきました。栄養が多いのか小魚がいっぱいいました。どこにもトイレットペーパーがない。ツアーバスに戻った私たちは15時37分ドンホイの町に向け出発。16時31分次の目的地フエに行くためドンホイ駅に到着しました。ドンホイからフエへは約3時間。前日6時間の鉄道旅を経た私たちにはお茶の子さいさい。地元の人たちと会話を楽しみながら再度のベトナム鉄道を堪能。あっという間にフエに到着しました。最後にポンニャケバン観光の注意点をお伝えします。それは17時を過ぎると最寄りの町ドンホイからフエへ向かう足がなくなることです。ポンニャケバンのツアーを終えた後、その日のうちに移動し、翌日は朝一からフエ観光に時間を費やしたいと思う人も多いはず。実際私たちもそのように考えました。
こんにゃけ版のツアー情報を見ると、ドンホイに戻るのは17時となっています。ということで、17時以降にフエへ向かう足が必要なのですが、ネットで調べても全く情報が出てきません。まあ、現地のホテルに相談すればどうにかなるだろうと甘く考え日本を出発。そしてドンホイに到着しました。ホテルで相談したところ、受付の人がバスターミナルに電話で確認してくれたのですが、フエ行きの終バスはなんと17時出発。ドンホイに帰ってくるのは17時の予定ですので、バスに乗るのは不可能なことが判明。では電車はどうだということでドンホイ駅に向かいました。事前に 12GO で調べてみても17時以降の電車はありません。ですがネットでチケット購入できない便が走ってるかもと期待し、駅員さんに相談したのですが、そんな便はないとのこと。ダナンで乗った電車は1時間遅れたため、きっとドンホイからの電車も遅れるだろうと思い、とりあえず16時47分発の電車を予約しました。ツアー当日はガイドさんに事情を説明。16時47分には駅にいたいと話しました。間に合わないかもしれないけど、最初に君たちを駅まで送ってあげるねと言ってもらい、結果無事に電車にも間に合いました。とこのように私たちはどうにかなったのでよかったですが、交通状況やツアー参加者の多さによっては間に合わないこともあると思います。またツアーガイドさんにいらない気苦労をさせてしまったのも心苦しかったです。これらのことから皆さんがこんにゃけ版の2つの洞窟へ観光に行く際は、当日もドンホイでホテルを取っておいた方が安心だと思います。ドンホイからフエ方面への足が早々になくなってしまうこと、注意しておきましょう。以上、最後までご視聴ありがとうございました。ここまでの内容が皆様のお役に立てたなら幸いです。また励みになりますので、もしよろしければグッドボタンやチャンネル登録をいただけますととても嬉しいです。本日の内容は以上となります。それではまた次の動画でお会いしましょう。